GATX-303 イージスは、機動戦士ガンダムシードにおいてアスランザラが登場した機体で、地球連合所属国家の一つである大西洋連邦が、欧部連合出張国の公営企業である、モルゲンレーテ社の技術協力を受け、資源コロニーヘリオポリスで極秘開発した5機の試作機である、初期 GATX シリーズのうちの1機です。5機のうちでは、唯一モビルアーマーへの変形が可能がゆえに、最も複雑な機体構造を持ちます。そのため、5機の中で、最もバリエーション機が少ないものの、その可変機構の斬新さは、コズミックイラにおける後の可変機開発に大きく影響を与えました。今回は、そんなイージスの系譜について解説させていただきます。初期 GATX シリーズは、砲撃、格闘、装備換装など、各個に機能特化した仕様を有しているモビルスーツ群として開発されました。特に前期に採用されたフェイズシフト走行は、一定の電圧をかけると装填する特殊な走行で、カラーリングがグレーのディアクティブモードから各機体ごとの色へ変化すると、実弾や打撃といった物理的な攻撃を受けてもダメージを受けないという特徴があります。そんな GATX シリーズには3種の機体フレームが採用されており、まずストライク、デュエル、バスターに採用された 100K フレーム、そしてブリッツに採用された 200K フレームは、機能は違えど人体の動きを再現することに力を注いでいるという共通点があります。一方で、イージスに採用された 300K フレームは、モビルスーツ形態時の腕や足の構造など、一部に技術的フィードバックは受けているものの、モビルアーマー形態への変形を可能にするため、ほぼ独自の構造が採用されていました。この機体構造の特殊性が、イージスの運用上の問題を生み出しました。武装と装甲を新規製造するだけで、新型機の投入が可能となる 100K フレーム採用機とは、大きな差があります。また、機体独自の仕様が優先されるということは、機体ごとの操縦性も大きく異なるため、パイロットの機種転換も容易ではありません。さらに、機体構造の複雑さから、生産性、整備性も他のフレーム機に劣ります。これらの理由から、300K フレームを採用した機体は、基本的にエースパイロット向けのワンオフ機とならざるを得ません。そのため、イージスのバリエーション機や量産機はほとんど生産されませんでした。なお、300K フレームを採用した機体に構造の一貫性はないため、X300K はあくまでモビルアーマー形態への変形機構を有した機体が属するカテゴリーとして定義されています。このように、モビルスーツとしては汎用性に乏しいイージスですが、モビルスーツ形態での運動性能、戦闘力は初期 GATX シリーズの中でも非常に高く仕上がっていました。モビルアーマー形態での一撃離脱戦法だけでなく、通常のモビルスーツとして白兵戦、中距離、遠距離射撃とオールラウンドにこなせる多機能さを持っています。それは逆にパイロットに高い技量が求められ、システムの複雑化を招いた原因でもありましたが、アスランはイージスの機体特性を生かした柔軟な戦い方をしています。そんなイージスはモビルアーマー形態として攻撃形態と巡航形態の2種類に変形可能です。まず巡航形態は敵艦船に対して突撃を仕掛ける際の姿で、機体の先端部に当たるクローを畳み、表面積を少なくしています。そして本形態で目標へ接近した後は寸前でアームを展開し攻撃形態へ移行。機体中央に配置された大口径エネルギーホースキュラで目標へ攻撃を加えて離脱するという一撃離脱戦法を得意としています。また4本のクローを大きく開いた攻撃形態はモビルスーツや小型の艦船に組み付くことも可能です。作中ではストライクに組み付いて自爆するなど印象的な使い方をしていました。なお、この時頭部と左腕を切り落とされても変形していることから、モビルアーマー形態や変形機構は非常に頑強なようです。そんなイージスの武装としては得意とする強襲戦闘を活かせるものが多数搭載されています。まず高エネルギービームライフルです。デュエルやストライクのものと構造は同型ですが、口径は他の機体に比べてやや大きく、かつ高威力となっています。ビームサーベルに関しては、手持ち式ではなく内蔵式を採用しており、両腕、両脚のクローからビーム刃を発生させることができます。モビルアーマー形態時にも使用できるので、クローで敵を切り裂いたり、ビーム刃を発生させたまま突撃するという使い方も可能です。他には、頭部のイーゲルシュテルンや、モビルアーマー形態時に邪魔にならないよう小型化された
対ビームシールドなどが装備されています。ちなみにシード界だと村雨のようにシールドがなければ変形できない可変機がありますが、本機はシールドなしでも変形できるようになっています。続いて副列位相エネルギー砲スキュラです。本兵装はモビルスーツ形態時に胸部の装甲に隠れている都合上、モビルアーマー形態時にのみ使用できます。なお設定段階ではモビルスーツのままスキュラを使用できるスキュラ発射形態が用意されていました。戦艦を一撃で破壊する非常に高い威力を有している一方、燃費も非常に悪いため、複数回使用するとフェーズシフトダウンを引き起こしてしまいます。なおスキュラがモビルアーマー形態でしか使用できない割に、イージスのモビルアーマー形態は地上での単独飛行能力がありません。そのため本来であれば重力下での使用は想定されていないはずですが、作中ではサブフライトシステムから離脱し、一瞬だけモビルアーマー形態に変形してスキュラを発射、そのままモビルスーツ形態へ戻りサブフライトシステムに着地するという非常にテクニカルな操縦で無理やり使用していました。またモビルアーマー形態でデッキに組み付いてスキュラのゼロ距離射撃を行うことも可能です。このようにイージスは初期 GATX シリーズの中でも非常に攻撃的な機体特性を持ちますが、同時に指揮官機としての役割も想定されていたため、頭部には通信分析機能を強化した大型の多目的センサーユニットが搭載されています。作中ではクルーゼ隊によるヘリオポリス襲撃の際に奪取され、以降はアスランの専用機となります。その後執拗にアークエンジェルとストライクを追撃し、低軌道上での戦闘を経て地球へ降下しました。そしてオーブ近海の孤島におけるストライクとの激戦の末、モビルアーマー形態で組み付くことに成功します。そのままスキュラを発射しようとするもののエネルギー切れを起こしたため、ストライクに組み付いたまま自爆装置を起動し、ストライクもろとも大爆発を起こしました。なお至近距離で爆発を受けても原型をとどめて回収されたストライクに対して、本機は機体がバラバラになって島中に散乱し、戦闘から4年経ったコズミックイラ75年でも回収されず放置されていました。こうしてシード前半のアスラン登場機として活躍したイージスですが、漫画ガンダムシード D ではオプションの大気圏内容強化ユニットが登場しています。これは本来宇宙でしか飛行できないイージスのモビルアーマー形態を地上での単独飛行も可能とする強化パーツを装着した形態です。ビームライフルはバレルが長いロングビームライフルに変更されたほか、腰部にはレールガンを搭載した飛行翼が取り付けられたことで原型機より一回り大型化しています。さらに胸部装甲を変更することでモビルアーマー形態でしか使用できなかったスキュラをモビルスーツ形態でも使用できるようになりました。ただし変形時にはビームライフルとシールドをスキュラの砲門と連結させる必要があるので、逆にモビルアーマー形態ではスキュラを使用できないという欠点を抱えています。また胸部装甲に関しても装甲の補強等は行われておらず、ただスキュラがむき出しになっているだけなので防御性能も低下している可能性がありそうです。そんなイージスの後継機はあまり存在しませんが、シード後半で登場した GATX370 レイダーはイージスと同じ GATX3 の型式番号で 300K フレームを採用した可変モビルスーツとなっています。とはいえそのコンセプトは異なっており、イージスが宇宙での対艦戦闘を意識したモビルアーマー形態なのに対して、レイダーは大気圏内での飛行も考慮した設計がなされているので、モビルスーツを背中に乗せて運搬できるほど大気圏内でも高い推力を誇ります。またイージスのスキュラが胸部装甲に隠されていた都合上、モビルアーマー形態でしか使用できなかったのに対して、レイダーではエネルギー砲ゾーンが頭部に装備されるなど、どの武装もモビルスーツ形態で使用できるよう配慮されています。またレイダーの変形機構はいわゆる寝そべり型変形とも言われる簡素なものになっており、頭部とハイブバインダーが胴体から外れ、両手両足が機種として機能するイージスとは似つかないものになりました。続いて ZGMFX11A リジェネレイトについてです。こちらは漫画シードアストレイ R に登場した機体で、シードの物語終盤にあたるコズミックイラ71年の第一次連合プラント大戦末期に開発された核動力モビルスーツとなります。本機はイージスの可変機構を参考に開発されていますが、連合ではなくザフト製なので
イージスの後継機にあたる機体ではありません。むしろ、本機は、サポートモジュールというミーティアのコンセプトを取り込んだモビルスーツとして開発されており、コックピットも格動力もバックパックに設置されています。つまり、本体はバックパックのコアユニットで、モビルスーツ部分は交換可能なパーツということです。また、全高が 35.6 メートルもあります。デストロイが頭頂高38メートルなので、かなり大型の機体となっています。そんな本機は、イージスを参考にしながらも、イージスにも負けない複雑な変形機構が2種採用されています。まず高速巡航形態です。こちらは、見た目的には、イージスのモビルアーマー形態に酷似しており、ある程度簡略化されているものの、両手両足で、機首に当たるクローを形成するあたり、イージスの変形機構を想起させます。次に、標集形態です。こちらは、巡航形態とは異なり、かなり複雑な変形機構が採用されています。まず、両手両足のアームを4本の脚部に変形させ、モビルスーツ部分をモビルアーマーの下半身へと転用。次に、バックパックとモビルスーツのドッキング基部が胴体になり、上半身となるコアユニットから頭部を露出させて変形は完了です。このように、強襲形態では、コアユニットが本体というコンセプトを全面的に押し出した、とんでもない変形が採用されています。実は、強襲形態の変形機構は、よく見ると、イージス攻撃形態を、モビルアーマー形態の足として解釈した姿のようになっているので、もしかしたら、ザフトの技術者の中に、イージスの変形機構のアイデアが面白いと感じた人物がいたのかもしれません。続いて GATX303WA ロッソイージスについてです。本機は漫画シードコズミックイラ73デルターストレイに登場した機体です。地球連合軍第81独立機動軍ファントムペインが推進したエースパイロット用カスタマイズモビルスーツ開発計画アクタイオンプロジェクトによって開発されました。本計画ではまず初期 GATX シリーズを再生産し、運用試験で得られた実践的なデータをもとに各機体の改修が行われました。こうして誕生したのがロッソイージスです。本機はイージスの持っていた変形特性を極限まで進化させた機体で、ウィングバインダーを装備して大気圏内での飛行能力を得たほか、実に5つもの変形パターンを有しています。まずイージスと同じく4本のアームを機首とする巡航形態、ウィングを6本目のクローとして解釈した突撃形態、モビルスーツのままスキュラを発射できる砲撃形態、ウィングを水平展開しモビルスーツ形態での空戦能力を得た飛行形態、そしてウィングを4本目の足として山岳での移動能力を向上させた多脚形態の5形態となります。イージスが持っていた変形による多様性を大きく拡張多機能化していますが、それにより内部の機構が原型機よりもさらに複雑になってしまいました。他の GATX シリーズはアクタイオンプロジェクトで汎用性を高めていきましたが、本機はさらに機体特性を尖らせる独自路線を選んだようです。ちなみに本機の動力部には核エンジンを組み込むための余剰スペースが用意されているようで、ユニウス条約違反を前提とした機体とされています。武装構成は原型機とほぼ同じですが、両手両足のクローを廃止してビームサーベルの発生装置が直接搭載されています。またビームライフルは2丁での運用が基本となっています。スキュラがモビルスーツ形態でも使用できるようになっているほか、ウィングに磁場干渉による誘導装置が内蔵されたので、フォビドゥンのようにビームを曲げることができるようになりました。作中ではガードシェルの構えたシールドを避けつつ後方にいたターンデルタにビームを直撃させるシーンも見られます。またビームを複数発同時に発射して曲げることもできるため、多数の敵に対しての面制圧射撃が可能です。作中では何発もスキュラを発射するもエネルギー切れを起こしていないため、イージスよりもバッテリーの出力が大幅に向上しているようです。イージスのスキュラはモビルアーマー形態でしか使えないので、取り回しに難がある対艦用の装備という印象が強かったものの、本機では対モビルスーツ戦にも柔軟に使用できる装備となっています。本機は連合軍第81独立機動軍ファントムペイン所属のエミリオ・ブロデリックによって運用されました。作中では上司からアグニス・ブラーエたちマーシャンの殲滅任務を受け、ダナスニップのネロブリッツとともに
マーシャンの母艦アキダリアを襲撃します。ネロブリッツの連携とスキュラの車線変更を利用した連続攻撃でマーシャンとジャンプヤギルドのモビルスーツを圧倒しました。しかしデルターストレイからエネルギー供給を受けてボアチュール・リュミエールを発動したダーンデルタの攻撃を受けて敗北しています。ということで以上、イージスの系譜でした。本機はその特殊な機体特性からほぼ後継機が存在しない機体です。小説ガンダムシード vs アストレイではライブラリアンが初期 GATX シリーズを独自回収した機体を運用していますが、その中にイージスの後継機だけは存在しないので、イージスの機体特性が尖りすぎていたと判断されていたのかもしれません。逆にそんな尖った特性を持つ機体でありながら活躍できたアスランはやはり最強ということでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。